皆さんこんにちは。ミツバチ経済学の6を始めます。今回は養蜂の技術についてお話しします。経済学と技術はちょっと馴染まないのではないかと思われる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、経済学でも農業技術について考察することはあります。それは生産力構造論とか農法論と言われる分野です。ただ経済学で、特に養蜂に絞り込んで技術が議論されたことは私の知る限り日本では今までありません。そこでどのようにお話ししたらいいのか、思案のしどころです。なお以下で単にミツバチという場合、対象は西洋ミツバチです。養蜂は養蜂家が巣箱で蜂を飼いながら蜂蜜などを生産する営みです。中でも西洋ミツバチの養蜂は養蜂家が蜂を観察し、さらに蜂に積極的に介入して調整し、人為的な管理を行うことを前提としています。そして蜂を観察する際によく用いられる方法は巣箱の蓋を開けて中を覗き込む内見です。しかしそれだけではなくて巣門付近の蜂の様子を観察することも行われます。巣箱の巣門は蜂群の健全性、防衛、生産力、換気、作業性に大きく影響する重要な要素だからです。そのため巣門については体系的な理解が不可欠です。そこで今回は養蜂の生産力構造を解き明かすための取っかかりの作業として巣門、つまり巣箱の出入り口について考えてみたいと思います。西洋ミツバチの巣門の設計は自然の模倣よりも管理の効率化や生産力の向上が重視されてきた長い歴史を持っています。まず私は今巣門は巣箱の出入り口と言いました。しかし巣門は単なる出入り口ではありません。巣門は以下の複合的な機能を持っています。一つは巣門は蜂が採時して寄巣する際の動線の起点と終点を成しています。巣門は蜂が餌集めに出かける際の出発点であると同時に外の仕事を終えて帰ってくる際の帰着点です。二つ目は巣門はスズメバチ、小動物、東蜂といった外敵に対するコロニーの防衛ラインです。三つ目は巣門は巣内の換気および温度湿度調整の要です。ミツバチはシーズン中、巣門で羽ばたきすることによって気流を作り、巣内の温度を約34度から35度に維持する高度な能力を持っています。4つ目は巣門は内勤蜂、外勤蜂、門番蜂といったコロニーの秩序役割分化が可視化される場です。内勤蜂は巣門付近で定位飛行を行って巣箱の位置を覚えます。外勤蜂は巣門を出入りして餌集めを行います。そして門番蜂は巣門付近で巣を防衛します。私たちは巣門付近の蜂の動きを見ることで働き蜂のこうした分業関係を理解することができます。次は巣門の位置についてです。ラングストロス型の標準的な巣箱では巣門は前面の下部に設けられることが一般的です。まず巣門が下にあると巣門のゴミや蜂の屍が重力で下の方に落ちやすく、蜂の清掃行動が効率化される利点があります。また巣門が下にあるとミツバチが重力に逆らわずに出入りしやすくなり、花粉団子や蜜を持ち帰る動線が自然になります。つまり巣箱の下部に巣門を設けることで中にいる蜂は巣箱の出口に向かって自然に下に降りていくことができます。また
外から帰る時も下の方に向かって降りていくことで自然に入り口にたどり着くことができます。さらに巣門が下にあると巣箱の下から上へと空気が流れやすくなって換気効率が良くなります。最後にセイヨウミツバチは巣碑の下部を通路として使う傾向があるので、下部に巣門があることは巣箱内部の蜂の動線と整合性が高くなります。なお巣門は巣箱の側面や背面に設けることも可能ですけれども、養蜂家が巣門付近の蜂の活動を複数の巣箱にわたって一目で観察できるようにするために、巣門の位置は巣箱の前面に統一的に設置される必要があります。次に見るのは巣門の方角です。巣門は一般に南から東向きが良いとされています。それは朝日が当たって巣門付近が早く温まり、蜂たちが早朝から活動を開始できるからです。また南から東向きだと巣門付近の梅雨や湿気が乾きやすく、湿気がこもりにくくなって病原菌の繁殖リスクが低下します。さらに冬季には日射による保温効果が得られます。一方で西向きの巣門は夏季には西日による加熱が問題になります。また北向きの巣門は低温による蜂の活動低下や湿気が残りやすい欠点が指摘されていて、避けられる傾向があります。ただし実際には遮蔽物や地域気候との相互作用が大きくて、今述べた方角は絶対条件ではなくて優先条件と捉えるべきでしょう。例えばこれは当養蜂場の秋の様子ですけれども、西向きの巣門も採用しています。さすがに北海道の秋は西日による加熱の心配はしなくても良いでしょう。次に巣門の大きさについて見ます。巣門の大きさは一方ではコロニーの防衛のことを考えなくてはいけません。しかし他方では巣の換気と作業効率のことをも考えなくてはいけません。そして今言った防衛性と換気作業効率との間の両者のバランスが最大の論点になります。というのも防衛性と換気作業効率とはトレードオフの関係にあるからです。例えば巣門が大きすぎるとスズメバチや東蜂などに侵入されるリスクが高まって、蜂群が防衛に多くの労力を割かなければならなくなります。特に分蜂直後や越冬明けの群生が弱い時期には、こうした外敵が蜂群に致命的な打撃を与えかねません。また冬季の過剰な開口は熱の損失を招きます。一方で反対に巣門が小さすぎると、最盛期には巣の出入りが渋滞して収密効率が低下します。またミツバチはシーズン中、先ほど言ったように主要な吸排機構である巣門で羽ばたきすることによって気流を作り、気流を制御して巣内の温度を約34度から35度に維持する能力を持っていますが、巣門が小さすぎると旋風鉢の効果が限定されてしまい、換気不足による高温多湿が問題となります。このようにして巣から弾き出された働き蜂は何日も怠惰に過ごし、そして一旦怠け癖がつくと今度は分蜂のリスクが高まってきます。このように巣門の大きさの問題は非常に重要です。しかしミツバチは自ら巣門の大きさを調整することができません。そのためこうしたバランスをどこに置くかは人為設計に委ねられます。実用上は一般に季節や群生に応じて調整可能な巣門が使われています。西洋ミツバチでは分蜂直後や越冬明けの弱群時や越冬期には巣門調整器を用いて巣門を絞るのが一般的です。反対に
生家や大きい群では巣門を広げます。ただし、巣内の換気は巣門だけの問題ではなくて、巣箱上部の換気口とも関わっています。そのため、巣箱の総合的な設計が求められます。最後に問題にするのは、環境との関係です。風当たりの強い場所では巣門を小さめにし、また湿気の多い場所では換気を意識してやや広めにするなど、巣箱を設置した環境との調和が重要です。したがって巣門については確一的な正解はなくて、群生、季節、蜜源状況、周辺環境を見ながら蜂の様子を観察し、必要に応じて調整すること自体が設計の革新的な論点となります。なお、以上はやや一般的な話でしたが、最後に東養蜂場でやっていることについて少しお話ししましょう。東養蜂場では巣門調整器を使って巣門を絞ることをやってません。むしろ常に巣箱の換気を良くすることを意識しています。そうするといくつかの解決すべき問題が別に生じてきます。まず、晩秋から春先に冷たい風が巣箱の中に吹き込むことへの対応が必要になります。越冬期間中の巣箱はそもそも納屋の中に置いています。しかし、納屋の外壁には隙間が多いため、越冬中の巣箱は完全に外に置かれているわけではありませんけれども、かといって密閉した屋内に置かれているわけでもありません。そこで通常は屋外越冬で使われることの多い二重箱式越冬法を東養蜂場では採用しています。その際、外枠の箱の出入り口と巣箱の巣門との間に少し高低差を設けています。こうすることで巣箱の中に冷たい風が直接に入り込むことを防いでいます。また、晩秋と早春には屋外で巣箱を麻布で覆っています。特に冷え込む時期には麻布は巣箱の側面、背面、上面だけではなくて巣門がついている前面をも覆います。こうすると蜂の巣門を通じた出入りが不自由になるようですが、寒いのでそもそも蜂の出入りが少ない上に、観察したところでは蜂は麻布同士の継ぎ目にある隙間から出入りしているようです。次に外敵、この場合はスズメバチについてですけれども、東養蜂場ではスズメバチの構成の時期に巣箱の前の面をナイロンネットで覆います。ネットのメッシュはオオスズメバチや大柄なケブカスズメバチは通過できない大きさです。こうした東養蜂場のやり方は養蜂家が一群一群と向かい合うことができる小規模養蜂に特徴的なやり方です。しかし私たちがやっていることが果たして最適解なのかどうかはさらに検討する必要がありそうです。先ほど言ったように麻布で巣箱の前の面を覆うと蜂の出入りが幾分不自由になっているようです。また巣門付近にナイロンネットを設置すると門番法はネットを新たな巣門と認識するようでして蜂の防衛線がネット上へと前進して、さらにそこで拡散する傾向があるようです。以上のように巣門は単なる箱の穴ではなくて養蜂家が群と対話するためのインターフェースです。またミツバチの行動、生態、防衛戦略を反映した重要な巣箱の設計要素です。したがって巣門の設計と運用には西洋ミツバチ養蜂の思想そのものが反映されます。そしてそれは養蜂家の理解と観察力が問われる部分でもあります。巣門は設置してそれで終わりではなくて、
蜂と対話しながら調整する装置と捉えるべきなのでしょう。相撲をどう設けるかという問いは、養蜂家がミツバチの生態をどれだけ理解しようとしているかを映し出す鏡でもあると言えます。はい、今回はここまでとさせていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。